こんにちは。今日はキャラバンで車中泊するためにポータブルクーラーを実際に設置してレビューしていきます。車中泊って夏は本当に暑さとの戦いですが、これでどれだけ快適になるのか。設置方法から実際の使い心地まで正直にお伝えします。今回使うのはヤマゼンのスポットクーラーです。サイズはだいたい幅30センチ、奥行き35センチ、高さ70センチ、重さは 19.5 キロ、消費電力は1080ワットです。消費電力が他のメーカーより200から300ワットほど高いのが気になりますが、その辺も踏まえて実際に使ってみます。排熱ダクトは窓からこの切り出したプラランを使ってやってみます。高さ 39.5 センチ、横 29.5 センチ、円は15センチです。切り出しは丸ノコとジグソーを使いましたが、ハサミやカッターでもなんとかできると思います。ちょうどプラダンの厚さと柔らかさで窓レールにフィットするんではと期待しています。隙間は現物合わせで屋外用の耐候性のあるクッションを使っていきます。安いものだとすぐ劣化してポロポロ粉が取れて嫌なので、ちょっと奮発しました。今紹介したものはクーラーも含めて概要欄に詳細を貼っておくので参考にしてください。9月に入りましたが、連日熱中症アラートが出てすごい気温です。設置場所は助手席後ろのこのスペースに決めました。というかここしかないですね。まずここの窓にプラダンを設置してみます。この溝にジャストフィットする予定です。プラダンの柔軟性がこのカーブに耐えられるといいんですけど、溝には無理なくジャストフィットです。あとは気になる隙間を隙間テープで埋めていきます。この辺が豪快に開いちゃってますね。わかりづらいですが、テープを二重にして厚すぎる部分はハサミでカットして塞ぎました。ちょっとガタガタしちゃいましたけども、まあよしとします。さあ本体を設置します。今回は夫に丸任せです。重いですからね。スペース的には全く問題なしです。電源はポータブル電源をまだ持っていないので、車内に引いてある外部電源から取ります。次に排熱ダクトを差し込みます。隙間は後で考えるとして、これでとりあえずテストしてみます。スイッチオン。
55デシベルとは書いていたけど、なかなかな音ですね。キンキンの冷たい風がすぐに出てきて、風の前にいるとすごく快適です。寒くなるぐらいですね。風は弱ですごい風量なので、このままで良さそうです。音は私的には無視して寝れるくらいですけど、気になる方は寝れないかもですね。風向きは左右に少し変えれますけど、ほぼ変化なしです。15アンペアブレーカーから電源を取っていたんですけど、1回落ちちゃいました。20アンペアの母屋からコンセントを挿すことで解決しました。ポータブル電源だと2000ワット以上のものを購入しないとダメそうですね。高額になっちゃうな。当分は電源のあるキャンプ場か RV パークでの使用になりますね。さあ、ここから時間経過ごとの車内温度を観測しようと思ったんですけど、突然コンプレッサーが止まって送風になっちゃいました。それから送風約3分、冷房1分を何度も繰り返して全く冷えなくなりました。1分は冷たい風が出るんですけどね。こんな感じで排熱の問題とかいろいろ試行錯誤したんですけど、周囲温度が18度から35度で使用しないと保護回路が働いてこうなるみたいなことが取説を読んで分かりました。要するに夏の炎天下の昼間では全く使えないということが分かったので、夜眠る時のみを想定した観測をします。私たちの使用するタイミングは夜眠る時なので、昼使うことはよくよく考えるとないので、ポジティブに考えるようにします。あとスライドドアの窓をダクトにしちゃうとトイレなので出れないことに気づいたので、助手席側に変更します。コピー用紙で窓の型を取って、端材で余っていた薄いベニヤをカットして簡易的に作りました。お見せするほどでもなかったので工程は省いています。隙間をスポンジテープで塞いで、とりあえず完成です。上と左右はウェザーストリップの溝に入り込むようにカットしています。即席にしては十分かな。ダクトの単面に虫の入り込み予防の網か何かをつけようと思ったんですけど、使用中は熱い排気が勢いよく出ているので入らないだろうとの考えでなしにしました。雨に関してはダクトを長めに出して下に曲げれば大丈夫かな。取り回しはこんな感じです。ダクト周りの隙間と固定はまた考えます。いいパッキンないかな。とりあえずはスポンジテープですかね。さあ、夜になったのでようやく冷えのテストに入ります。思ったより温度計は低いですけど、とても眠れる体感ではないですね。暗いですけどスイッチを入れていきます。ちなみに結果から言うと、やっぱり周囲温度が35度以下になると冷房運転は安定して送風になることはなくなりました。5分後には1度落ちました。風に当たっていると寒いのでエアコンの向きは考えないといけないですね。10分後には2度下がって風に当たっていないところでも眠れるくらいになりました。
30分後には 4.1 度下がりました。まだまだ下がりそうですけど、寒くて風邪ひきそうなので、というか十分眠れる温度まで下がることが分かったので、この辺で検証は終わりたいと思います。車用のポータブルエアコンがすごく高い中、2万円台で快適に車中泊ができることが分かって、コスパは最高ですね。デメリットは消費電力と音くらいですかね。今回紹介したポータブルクーラーの詳細は概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみに冷房でドレンはほぼ出ないということなんですけど、少しは溜まっていますね。いっぱいになると運転が止まって操作パネル上でお知らせしてくれるらしいので、ドレンはそこまで気にしなくていいという感じですかね。この動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。